岩手県遠野は民話のふるさとです。おしら様って知っていますか？馬と人間の娘の悲恋から生まれた東北の民間信仰です。そんな民話がたくさん残る遠野は日本人の心のふるさとでした。南部曲屋です。馬と人が一緒に暮らす美しい日本の民家です。この南部曲屋が集まった日本昔話のような里も訪れました。美味しい岩手のお蕎麦もいただきました。なんと遠野の一番の名物はジンギスカンなんです。美味しかったですよ。また遠野はビールの原料ホップの産地です。美味しい地ビールがいっぱいありました。地ビールを買える道の駅にも行きました。遠野の地ビール美味しかった。旅の始まりは遠野のお城鍋倉城からです。麓からは歩いて約15分です。展望台があります。遠野全体を見渡すことができました。のどかな風景ですね。次に来たのはお城のふもと遠野物語の館です。昔話蔵、柳田国男展示館、遠野座の3ブロックに分かれています。入り口を入ると酒蔵を改装した展示館です。座敷わらし、雪女などの遠野に伝わる昔話を音、映像、切り絵で体感できます。山の神の話す昔鈴仏の柏崎と山口との間で愛宕山柳田国男展示館です。遠野物語を紹介した日本の民族学の父柳田国男の資料を展示しています。柳田国男が遠野に宿泊した際によく利用した高吉旅館を移築して展示に利用しています。東京の晩年の隠居所もこちらの方に移築して資料室に使っています。学者のお宅という雰囲気ですね。遠野物語まだ読んでられないならぜひ一度読んでみてくださいね。物語の館に隣接して美味しい食堂があるんですよ。伊藤家というお店でメインはお蕎麦屋さんなんですが丼物も美味しいらしいです。マグロやウニの海鮮丼も人気があるようです。蕎麦と丼のセットなどメニューも充実しています。このお店で蕎麦は外せないですね。なので私は天ぷら付きの鴨南蛮を注文しました。なかなかのボリュームですね。鴨のつけ汁が美味しかったです。天ぷらもサクサク美味しかったですよ。さすが東北のお蕎麦です。コシがあって香りが強く美味しかった。エビ天もプリプリでした。野菜の天ぷらもいろいろ種類があって美味しかったですよ。鴨肉も美味しかったな。遠野物語の館から車で約10分の距離にある伝承園にやってきました。園内は遠野の原風景を再現しており、かやぶき屋根の古民家や水車小屋などが点在しています。語り部による昔話のイベントなども開催されています。しかし何といってもここの見どころはおしら様が祀られたおしら堂だと思います。こちらは国の重要文化財旧菊池家住宅です。江戸時代中頃の建築です。直線の民家から曲がり屋へ発展するその過程がわかる貴重な建物だそうです。では入って内部を見学しましょう。いろりの熱や煙が馬屋に流れて寒さから馬を守る工夫がされているそうです。いかに馬を大事にしていたかがわかりますね。ここからおしら堂へつながっています。昔馬に恋をした娘が親の反対を押し切って馬と結婚します。
怒った親がその馬を殺してしまいます。その娘の悲しみからおしらさまが生まれたとされています。ご神体として桑の木に男女や馬の顔を描いて布を重ねて着せます。その人形を床の間や神棚に祀ります。家の守り神で蚕の神様、農業の神様、馬の神様とされています。こちらのお堂には約1000体のおしら様が祀られています。おしら様は柳田国男の遠野物語で広く知れ渡ったお話です。東北に伝わる民間信仰です。人間と馬との関係がいかに密接だったかがわかる話ではないでしょうか。伝承園のもう一つの大きな民話はカッパです。伝承園の近くにカッパ淵が残っています。そこではキュウリでカッパが釣れるそうです。歩いて10分ぐらいなので行ってみました。でものんびりした風景ですね。カッパ淵です。ところが熊が出たとのことで立ち入り禁止。残念。この時東北は熊騒ぎで大変でした。次に訪れたのは遠野ふるさと村です。遠くに日本百名山の早知根山が見えました。ここには懐かしい農村の風景が再現されています。広大な敷地に江戸から昭和初期にかけての南部曲り屋が移築されており、昔ながらの暮らしが息づいています。ここは遠野に来たらもう絶対に寄るべき場所です。村がそのまま再現されています。単に建物だけが移築されているのではなく、田んぼや畑、池、里山までが再現されています。日本のノスタルジックな旅を求める方には絶対に来てほしい場所です。この風景、普通に人が住んでいるように見えませんか？花巻から移築した大工丼と呼ばれる古民家です。明治の中頃の建築です。室内には祭りに使われる道具が置いてありました。アニメ映画「カッパの空と夏休み」にも出てくるそうです。金星が取れた非常に美しい邸宅ですね。川の前に立っていたことから川前というふうに名前がついています。趣がある民家ですね。こちらは江戸末期の建築です。こちらは明治初期に建てられた豪農の屋敷です。 NHK の朝ドラドントバレのロケにも使われています。お馬ちゃんがいましたよ。かわいいですね。曲がり屋ですから馬がいないとね。ベスちゃんという名前らしいです。馬屋の近くにかまどがあるので馬も寒さから守られたのでしょうね。こちらでは機織りの実演をされていました。覚えてるんです。いろんな人がやってめっちゃかめっちゃかになってる。うち田舎あったんですけどね、昔は。機織り機、はい。おばあちゃんが取ったんですけど。明治大正にタイムスリップしたような空間でした。江戸時代末期に建てられた元庄屋の屋敷です。ふるさと村でも最大です。肝入りとは庄屋のことです。白馬がいました。人懐っこそうですね。結構高齢の大馬さんとのことです。名前は白雪ちゃんでした。これ以外にまだ3棟古民家が移築されています。屋内もゆっくり見て回れば半日過ごせる場所です。見ての通りのノスタルジックな農村風景ですから、癒されることはもう間違いないですよ。遠野物語の心の風景ともつながってきます。四季折々の美しさも味わえます。ここは時間を超えて心に響くふるさとの原風景を感じることができます。遠野名物ジンギスカンを食べに来ました。遠野で人気のジンギスカンのレストラン
食肉センターです。こちらは新鮮なラムの肉をいただけます。私ラム肉大好きなんですけど、関西はあんまりラム肉売ってないんですよ。なのでこちらのお店すごく期待していました。もう見るからに美味しそうなメニュー、生ラムですね。私が注文したのは生ラムの3種盛り。残念ながらビールが飲めないのでご飯のセットにしました。遠野は地ビールの本場なんですがね、ジンギスカンと一緒に飲んだら最高なんですけど、まず鉄板に油を敷きます。まずは肩ロースから焼きます。結構分厚いお肉ですよ。肉が焼ける音、食欲をそそりますね。タレをつけていただきます。うまい。こりゃご飯が進みますね。順番にお肉を焼いて食べ比べていきます。ジンギスカンですからお野菜も焼きますね。ここのジンギスカン本当に美味しかった。遠野に来たらジンギスカン絶対食べてくださいね。ビールは飲めませんでしたが、もう大満足でした。最後に遠野のお土産ならほとんど手に入る道の駅に来ました。人気の道の駅遠野風の丘です。酒屋さん並みにお酒いっぱい置いてましたよ。特に地ビールの種類がいっぱい。さすがホップの生産地です。地元のホップで作られた地ビール購入しました。遠野のソウルフード味噌パンも購入しました。このパンですが初めて食べました。凝縮されているので1個でお腹がいっぱいになりました。缶好きというこれまた地元のお菓子も売っていました。民話にちなんでカッパグッズのコーナーもありました。地元のお米もたくさん売っていました。結構安かったですよ。珍しい野菜、ジビエ、ジンギスカンの肉、ジンギスカンのバーベキューセット、品数豊富な楽しい道の駅でした。ではいただきます。遠野産のホップで作られた地ビールです。ようやく車中泊でいただきました。うまかったですよ。次回は花巻で宮沢賢治の童話に浸ります。ぜひ見てください。